3D モデルを使った5秒ぐらいのショートムービーを作りたいんですけど、それの作業風景をお見せしたいと思います。というわけで、iPad で下書きをしてみます。何を描こうか考えた時に、前考えたキャラクターがこの世界のどっかの部屋にいたらいいかなっていうので、コインランドリーの中に前考えたゼロがいる様子のコンセプト的なことをスケッチで考えているところです。基本はこんな感じにしといて、これをもうちょっとボロボロで廃墟っぽい感じにすればいいかな。画面が暗すぎると思うんですけど、さっきスケッチ描いた部屋みたいなやつを3D にしていきたいと思います。この 3D を超高速で作れるっていうのはちょっと自信あります。はい、あっという間に洗濯機の出来上がり。自販機ができました。スケッチは正面で描いたんですけど、ちょっと防犯カメラに映ってるみたいな感じの設定がいいかなと思って、これはもう自分との戦いですね。こんなの細かくやればやるほどいいんだから、細かくやり込めばやり込むほどいいんだから。手前に洗濯機を置いてみました。小物とかも入れてみて、この辺で許してあげましょうか。こんな感じになりました。ちょっと冷蔵庫がめり込んでますけど、細かい部分を調整して、ちょっとこれでレンダリングしていきます。さっきの 3D を作る作業がモデリングで、これはレンダリングなんですけど、まだマテリアルを入れてないんですけど、光の感じを作ってみました。防犯カメラに映ってるみたいな感じで、こっから素材を追加していく感じです。やっぱり部屋が暗すぎるかつ画面に顔が近いだなって思いました。これでCG をレンダリングしたんですけど、だいぶいい感じに見えてきたかもしれない。口で言えるようになってほしい。こっから細かい非常口とか自販機とかの絵を入れたりします、フォトショーで。これはこの時おでんを作りながらやってて、おでんを煮すぎっていうアラームの音がしたんでした。いい張り紙を見つけたんで、それを当てはめることにしてます。防犯カメラ的な波線をここで入れました。ここまでできたんですけど、これに輪郭線つけたらどうなるのかなっていうのがちょっと気になってるんで、台無しになるのかどうかわかんないですけど、ちょっと気になるのでちょっとやってみたいんですけど、じゃあ失礼します。
後ろにもののけ姫のパンフレットがあるんですけど、 IMAX でもののけ姫を見たらマジで本当にめちゃくちゃ良くて、すごい昔子供の時に見た感動をちょっと思い出しました。カメラを右に置いて右から描くと見えないんですけど、こっちの方が光がいいんでそっちを優先してます。できた。置いてあるものは80年代のものを意識して置いたんですけど、テレビだけ薄型になっているのが悔やまれます。今はこうやって書いたものをちょっと大きくしたいとかできる時代ですけど、普通に紙に書いてた時ってもうやり直したりしてたって思うとすごいですよね。浮いてるんですけど、これをどうブレンドさせるかを考えます。やばいぞ。で、イメージ的にはこいつがドロドロ溶けてって、監視カメラが砂嵐になって、こいつが消えて01が出るみたいな感じで、こいつがドロドロなるのを一コマずつ描いていく予定です。このようにだんだん溶けていくのを書いたので、ここからアニメーションにしていきます。少ない。あと3コマぐらいはいるな。ゼロがアニメっぽい、イラストっぽくてちょっと浮いてる感じはしなくもなくもない。今回はアニメーション作っていったんですけど、反省点としてはコマ数が足りなくてちょっとカクカクしてるのと、レンダリングとイラストの親和性がちょっと低かったっていうところでしょうか。まあ次回は意味わかんないんですけど、これを油絵で描いていきたいと思います。さよなら。